こんにちは、DJ さやです。今日は曲のタグ付け、主にアニソン DJ 向けのものをやっていきたいと思っています。曲のタグ付けの中でもアニメのタイアップを入力していく。これをタグ付けと呼んでおります。タグ付けの中でも、そのジャンルを入れるとか、あとはその曲の雰囲気とか、イベントでの使いどころとか、そういうのを入力するタグ付けもあるんですけれども、今日はアニソン DJ 向けにアニメ名を入れるっていうところに、フォーカスして、お話をしていきたいと思います。アニメ名を入れるっていうのは、僕が DJ 始めたての頃は、正直もはや何年も前だからあんまり覚えてないんですけど、多分やってなかった気がするんですよね。やるようになったのも、DJ 配信を始めるようになってからだった気がしますね。ちゃんとやるようになったのは。で、そのやるってなった時に、どこにっていうのは、その曲名に入れるのか、コメントに入れるのかとか、いろいろ考えてやってきたんですけど、現在は、こういう風にやってますよっていうのを、共有していければと思います。正解ではないですが、一つの正解ではない。正解の可能性もあるけど、参考になればいいなと思って、この動画を撮っておりますので、よろしくお願いします。まず、アニメ名っていうのをどこに入れるか問題があるんですよ。よく僕が見るのは、コメント欄に入れるレコードボックスとか、セラート DJ であれ、コメント欄をタグ専用のスペースとして活用しているのが多いっていうイメージ。僕は結論から言うと、曲名のすぐ後ろに入れております。こんな感じ。これはなんでかっていうと、いろいろ理由があるんですけど、主なところはやっぱり選曲の時にすぐ目に入る。僕はセラート DJ を使ってやるパターンが多いんですけど、現場で DJ やるのも、配信で DJ やるのも、セラート DJ 使ってるんですけど、なのでパソコンの画面、Mac の画面を見ながら選曲するっていうことがほとんど今のところは。CDJ でやることもあるんですけど、ってなった時に、この限られた PC 画面の中で曲名とアーティストって、あとは BPM とか表示されたりするじゃないですか。その限られた情報の中に、ちゃんとアニメ名が見えてほしいっていうのがやっぱり大きな点ですね。見えない時もあるんですけど、曲名があまりにも長いと、この途切れちゃったりはするんですけど、文字小さめにすれば表示されたりはするので、そのために曲名のすぐ後ろに入れてるっていうのがまず一つですね。で、そうやってやってると、これが2つ目になるんですけど、VJ の人に一瞬で分かってもらえる。曲名の後に入ってると。やっぱりこの現場でのアニソン DJ っていうのは、やっぱり VJ との連携っていうのもすごく大事なんですよね、やっぱり。なので、ちゃんとその選曲した後、VJ の方に分かってもらえるように、アニメ名を。曲名で分かる人もいるとは思うんですけど、キャラソンとか、あとは挿入歌だと、分かんないパターンって結構あると思うんですよね。ってなった時に、これはこのアニメのここで使われてる曲なのね、みたいな。あとは、曲名だけ見ても思い出せないっていうのは DJ 自身もあるので、連携をスムーズにするために入れてるっていうのもあります。DJ サーヤ個人としては、ツイッチで毎週配信やってるんですけど、この辺に曲名を毎回出してるんですけど、で、この Now Playing、曲名とアーティストが表示できるようになってるんですよね。コメントを表示する機能は、今のところわかんないです。アップデートとかしてないんでわかんないですけど、少なくとも今の僕のこの状態ではできないから、曲名の後ろに入れることによって、曲名、アニメ名、アーティストみたいな感じで出るっていうのが大きな点ですね。曲名の後ろに入れてる理由っていうのは、もう一つあって、もう一つって何個目になってるかちょっとわかんなくなってるんですけど、文字化けしないっていうこと。特にセラート DJ 特有なのかもしれないですけど、入力する欄によって、この入力できる文字の種類が結構限られてたりするんですよね。これは別にあんまり知らなくていいと思いますし、僕もよくわかってないんですけど、曲名ってやっぱりいろんな記号が入ったり、星マークがついたりとかさ、あるわけじゃないですか。曲名のところは、どんな文字を入力しても強めになってるんですよね。強めというか、多分そのタグの中では最強のところになってるんですよね。で、あとはアーティスト名。で、コメントっていうのは、その DJ の中ではすごい重視されますけど、多分一般的にはあんまり使われるところじゃないので、セラート DJ だとコメント欄にアニメ名とか
じゃあアニメ名入れるときにこういうカッコつけたりとかするとめっちゃ文字化けするんですよね。なので、もうせっかく入力したのが消えてなくなっちゃったりとか、もう一回入れ直したりとかっていうことが起きてしまうんで、その項目のタグのなんて言うんでしょうね、その文字の対応できる範囲っていうのは、チャット GPT とかに聞いてもらえればわかると思うんで、曲名とか、アルバム名も結構強いんだっけな、ちょっと忘れちゃったんですけど、そこ調べてからやってもらった方がいいかもしれないですね。個人的にコメント欄はそれが怖くて、英数字で打つようにしてます。何年の何クールのアニメなのかっていうのは、そういう記号を作って入れてるって感じですね。使う場合は。日本語を入れるのはちょっと怖いんで、入れてないです、今のところ。そういう意味もあって、今のところは最強の枠、タグの枠である曲名に入れてるっていうところもあります。でも本当の気持ちとしては、コメントに入れたい。アルバム名とかも、そのシングルからこの曲手に入れたのかとか、アルバムに入ってるバージョンなのかとか、究極やっぱりそこなんか残しておきたいじゃないですか。オタクとしては。なんで、そのアルバム名とか、もう曲名もそのまんまだし、アーティスト名もそのまんま。で、なんか綺麗にこのアルバム持ってますとか、このシングル持ってますとかっていう風にコレクションしたいところはあるし、そうやって管理していきたいんですけど、そういういろんな理由から、やむなく曲名の後ろにちょっと妥協して、そのコレクション魂っていうか、それはありますね。コメント欄ってやっぱり自分で入れるところじゃん。そこにできればやっぱ入れたい。けど文字化けが嫌だから入れない。じゃあ曲名の後ろに入れるメリットっていうのを考えたときに、さっきの理由が出てきて正当化してるじゃないですけど。はい、そうやってます。特にアニソン DJ 始めたての子たちは最初からやっといた方がいいです。もう曲を買ったら DJ ソフトに読み込んだ後、もう必ずアニメ名を入れないと使用できないみたい。自分の中でのルールを決めて運用していかないと、とりあえず先に9ポイントつけようとか、現場間に合わないからみたいな感じで、だんだんなーなーとなってっちゃうんで、やっぱりこの曲を買ったらちゃんと使える状態にして、どんどんライブラリを DJ 用に充実させていくっていうのは長年続けていく上で非常に大事な習慣なので、もう必ず買って DJ ソフトに入れたらもう絶対にタグ付けして、そこまでは最低やるみたいな流れにした方がいいですね。だから僕はもうそれで入れてタグ付けしたのだけ自動でプレイリストなのに入って、そっから9ポイントとか聞き込みとか始めるっていう流れにしてます。だからタグ付けしないとそもそもプレイリストに現れない状態を作ってるって感じですね。それぐらいやるのがおすすめです。もうこれがなんか DJ 始めて3、4年とか経ってくると結構な曲数になってくんで、じゃあそれを一気にじゃあ何百曲とか何千曲とかになってくから、それをじゃあ一気にやろうと思ったら大変じゃないですか。でAI が発達してきたとはいえ、うまく全部タグ付けっていうのができるかっていうと、今の僕の AI 力だとちょっと難しそうだな、なんかミスりそうだなみたいな感じで怖いんで、そのタグ付けとかにもそのタグのバージョンとかもあるんですよ。でタグのバージョンによって CDJ で表示されたりされなかったり、この辺も調べてもらえればいいと思うんですけど、基本的にはでもそこまで気にしなくていい気はしますけど、一時期気にしまくってもう全部タグのバージョン揃えたりとかしようとして自動化してなんかバーって全部やったことがあったんですけど、9ポイントがかなり飛んだよね、それで。なのでやっぱ自動化するとなんか想定外のものが飛んだりするんで、あんまりおすすめしないです、今のところは。相当 AI 使いこなしてますから、そういうの得意ですっていう方はいいかもしれないですけど。なのでめちゃくちゃ溜まるととにかく大変なんで、始めたての頃からもうちゃんとやりましょうというところです。今までちゃんとやってこれてなかった人たちももうこっからルール決めて、僕も途中からやったんで、もうこっからもマジでちゃんとやるともうこれしか使わないとか、じゃあ例えば現場に出るプレイリスト作るじゃないですか。で、タグがあったりなかったりする曲がバーっと混ざってるわけですよね。で、その現場で作った曲からやっていくとか、そうやって少しずつ、それを浸透させてって追いつかせないとっていうのはありますんで、ぜひそこは頑張っていきましょうということです。アニメ名が入ってると、やっぱりこうやって曲名の横に入って見てたりすると、そう、このアニメだったねっていうのを思い出せるっていうのはあるんですけど、検索した時にそのワードつなぎ思いついたりとか、文字列
文字列からね。っていう、まあその選曲とか発想とかにもつながるんで、単純に管理という意味だけでなく、その自分の DJ の幅が広がる可能性もあるから、やっていきましょうということです。まあ、今回はこのアニメ名を入れるっていうところだけにフォーカスしてお話ししてるんですけど、アニメの名前と、まあアニメの名前の前に、まあテレビアニメなのか。テレビアニメっていう単語に若干違和感感じる時代になってきたんですけど、この言葉自体は浸透してるので、テレビアニメと TBA みたいな。はい。で、作品名。で、オープニングエンディングみたいな。キャラクターソングだったら CS とかっていうのを自分で決めて入れていきましょうということですね。年代とか、あとはBPM 管理とかどうしてますかっていうお話は、いずれしたいと思います、別で。今回はそのアニメ名を入れましょうというところのお話です。で、そのアニメ名を調べてコピーして、で、自分の好きな書式に当てはめてみたいなのってやっぱめっちゃ大変なんですよね。僕もなんかそのデバイス好きなんで、そのループデックとかそういうので、マクロ作ってコピーしたクリップボードに入ったのを当てはめるみたいなっていうのを作ったりしてやってたんですけど、あんまうまくいかなかったし、もっと便利なものができたらいいなって思って作ったんですよね、このアニソンタグっていうのを。じゃあこの今画面表示するんで見ながらやっていきましょうか。Chrome Web Store で検索していただいて、でその中でこの名前検索してください。アニソンタグ。そうすると拡張機能としてこういうのが出てきます。これはここの説明に書いてあるんですけど、検索結果の中でもこの曲名の検索結果ね、曲名で検索した時だけに出るようになってます。これアーティスト検索とかだと適用されないんで、そこは注意してください。ちょっとインストールからやってみましょうか。この DJ 用のパソコンちょうどインストールしてないんで、ちょっとやってみたいと思います。Chrome に追加、ここを押しましょう。無料です、もちろん。追加しますか？はい。拡張機能を追加。Chrome に追加されました。で、画面人によって違うかもしれないですけど、ここに拡張機能、これかな？これをクリックしましょう。はい、違いました。これを押していただいて、これを押すのかな？そうそう、これでしたね。はい、見てください。これがアニソンタグの設定画面ですね。普段はこれ使わなくていいです。一回設定しちゃえば、これほぼ触らなくて済むんで、ここでプレビューが出てくるようになってます。これは DJ サーヤのフォーマットが入っちゃってます。このフォーマットのところで、先頭の記号、空欄にすれば、もちろんなしにできます。で、作品名の前後、これも入れる入れないあると思うんですけど、僕は作品名はこの二重鍵括弧で前後入れております。最後、種別と数字。この数字っていうのは、例えばヒロアカとか、オープニングいっぱいあると思うんですけど、オープニングの後ろの数字ですね。2つ目のオープニングだったらオープニング2、OP2 となるわけですが、この間に空白を入れるか入れないかっていうお話ですね。いじっていただければわかると思います。はい。僕は、ここ空欄消したいんで、なしにしてますというところですね。で、あとは、記号はここ変えると、この上のね、このプレビューに、もちろんこの適用されるんで、触ってみてください。で、あとはコピーボタンの位置ですね。コピーボタンの位置っていうのは、この後お見せするんですけど、アニソンインフォ。アニソンデータベースと呼ばれるところですね。この大前提をお話しするの完全に忘れてたんですけど、このアニソンタグっていうのは、アニソンデータベースを使ってコピーして、曲名の後ろとかコメント欄とかに貼り付けますよと。はい。いう機能です。これ言うの忘れてました。コピーまでがこの拡張機能の仕事です。なので、セラート DJ 用とかでもなく、レコボ用とかでもなく、とにかくクリップボード、コピーまでやりますよと。貼り付けは自由に自分で何にでもできますよっていうものです。そういう作りにしています。で、このコピーボタン、黒く出るようにしてるんですけど、この位置を設定できますよと。曲名の右に入ってた方がいいのか、曲名の左に入ってた方がやりやすいのかとか。で、使用作品の右がいいのかとか。個人的におすすめは使用作品の右かな。こうやって同じ曲名があった時に、使用作品、この作品でコピーしたいみたいな感じで選ぶと思うんで、曲名だとこれ同じ曲名があるとこうやって横に目線ずらしてずれちゃう可能性あるじゃないですか。なんで、作品の横にあって、この作品なのねって認識した後、間違えずにこのコピーボタンを押す必要があるので、この設定がおすすめですということですね。
でこの下がどういう位置に出ますよっていうプレビューですね。ちょっとこの最後の行の最後のところは切れちゃってるんですけど、文字通り動きますというところです。であと表示する項目、これはジャンルを入れるのかどうかっていう話ですよね。ジャンルっていうのはテレビ、アニメなのか、ゲームなのかとか、映画なのかとかっていうのを入れるか入れないかっていうのをオンオフできると。であとはオープニング、エンディング。これはみんなさすがに入れると思うんですけど、一応オンオフできるようにしてますと。で、このジャンルっていうのは人によって違ったりするじゃないですか。例えば、映画、劇場版とかだったらこれ MV って入れたいとかあると思うんですよね。そういう場合に、じゃあこのアニソンデータベースには、この MO って入ってるけど、自分は MV にそこ変えてくださいってなったら、できるわけですよね。その設定ができますと。だから変えたいところだけ変えるイメージです。で、一応これ行を追加とかして、あんまり使い道を思いつかないですけど、一応追加できるようにしてるというところです。で、種別も同じですね。オープニング、エンディング、テーマソング、TM だったらTS にしたいですとかっていう方もいるかもしれないんで、一応この設定も入れてますと。で、最後に変更保存としていただければ、基本的にもうその設定が常に引き継がれますよということですね。使ったことない方もいると思うんで、アニソンデータベース。これ検索しても意外と出てこないんですよね。概要欄に貼っとくんで、そこから飛んでみてください。で、ブックマークしておいてください。この曲名のところで、検索しますと。ピースサインって入れて、じゃあ検索するという形で、ピースサインでもこうやっていくつか出てくるわけですよね。さっきこの使用作品の右に入れるってなったんで、これ入ってますと。コピーボタンで、これコピーすると、じゃあ例えばここに、じゃあペーストしてみると、ほら、このさっきのフォーマットに合った形で速攻で出てくるという超便利機能です。なので、これを使ってぜひ皆さんに時短していただきたいと。世の中のアニソン DJ の時短のために作りましたということですね。なんで、ぜひ使ってみてくださいというところです。やっぱりこのアニソン DJ 長く続けてもらいたいと思ってるんですよね。僕はみんなに。ってなった時に、こうやって年を重ねていくと、なかなか曲管理の時間取れなかったりとかするわけですよ。だけど、ちゃんとこのやっぱ整理できてないと、ちゃんと引き出したい時に引き出せないとか、ごちゃついてるとなんかもうプレイリスト整理するとかっていう気も起きなくなってくんで、ちゃんとやっていった方がいいですよっていうのがアドバイスとしてあります。っていう中で、なるべく手間をかけずに、時間をかけずにできるようにするために、これを作りましたということなんで、ぜひ皆さん使ってみてくださいということでした。こんな感じで、基本的には、アニソン DJ 中心にはなると思うんですけど、DJ の皆さんに役立つような情報を発信していければと思っておりますんで、ぜひ今後ともよろしくお願いいたします。以上、ありがとうございました。Thank you.